左腕といえば、腕が完全に性的。おかみさんとは、狼さん。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年13号、ワンピース最新話1140話、スコッパーゲ版を考察していきます。この1140話では、神の騎士団追加メンバーが2人現れています。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずはいつものように1140話の予想を振り返りましょう。こちらです。1140話の類似話数は40話、140話、1040話です。40話はウソップ海賊団、語呂合わせは指令。ウソップは3人の部下に最後の指令、解散を言い渡す。そしてこの40話でウソップは、ケルベロスだ、追い払えとケルベロスに言及していますから、1140話の最後にもケルベロスことシャームロックがエルバフの子供を狙って登場しそうです。次に140話は雪の住む城、語呂合わせは人知れず、雪が入り込んでいるのに城の扉を閉めないチョッパー。次に1040話は新世代の耳に念仏、語呂合わせは0を前につけて落とし穴、そして落としないの2つでしょう。ビッグマムの声をローが消して無音のままマグマの落とし穴に落としています。ここと繋がるなら1140話はやはり新世代のルフィ VS 旧世代のギャバンの戦いか。そんな1140話の話数の語呂合わせ予想は人々試練、意表。そんなギャバンの攻撃はかなり意表をついたものでしょうか。はい、2週間前の予想はいい感じ、60点くらいでしょうか。話数の理論をさらに深めましょう。40話ではウソップがケルベロスだ、追い払え。一方1140話ではケルベロスの剣を持つシャムロックが上からの指令を受けてマリージョアへ帰るそうです。これが1140話の話数の語呂合わせ1つ目。人が2つで人に指令、人に指令、上からの指令で動くシャムロック。ちなみにキリンガム星は上からの指令だと言っていますが、これはジャンプ編集部の誤字でしょう。ここは指令ではなく指令が正しい。次に40話の扉絵には落とし穴が登場。140話はチョッパーによる開かれた扉の話。1040話はビッグマムを落とす落とし穴の話。落とし穴と開かれた扉。この2つの類似話数の要素から小田先生が考えた1140話のつながりとは、アビス。アビスとは空間移動が可能な魔法陣の扉であり穴。それがアビスです。アビスの本来の意味は深い穴や裂け目という意味の言葉です。40話と1040話の落とし穴、140話の開かれた扉。これら2つの要素を掛け合わせたのが1140話の魔法陣の深淵アビス。このつながりは天才的です。さらに1040話のタイトルは新世代ガキの耳に念仏。ビッグマムの声をローが塞いでいますが、一方1140話では口の減らねえガキだ、うるさいガキ、ルフィの意表をついて口に鍵を突っ込んで口を塞ぐギャバン。これが1140話の数の語呂合わせ2つ目。意表、意表をつくギャバンの攻撃です。この意表という語呂合わせは1140話の後半にも登場します。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の流れを考察していきましょう。1140話のスタートは旧世代のジジイギャバンと新世代のガキルフィが激突。ギャバンはロキの鍵を奪ってみろとルフィの力を試します。これが1140話の数の語呂合わせ3つ目。人々試練、人々試練。ギャバンは鍵に覇王色の覇気をまとわせて攻撃してきます。ロジャー・レイリー・シャンクスに続いてギャバンも覇王色の覇気を保有。さすがはロジャー海賊団です。ここでギャバンはルフィの麦わら帽子に触れます。もちろんこの麦わら帽子は元シャンクスのものでもあり、かつてはロジャーのものでもあった麦わら帽子です。つまりギャバンは麦わら帽子のつながりによってルフィこそがロジャー船長の受け継がれる意志だと分かってはいる。そんなルフィの実力を試しているギャバン。そしてギャバンの攻撃にルフィがのけぞると、ギャバンはどこからか2本の斧を取り出して大技ヤソタケルを発動。ヤソタケルとは数多くの勇者、族長という意味です。ここでは数多くの斧が連続で襲いかかっていますから、斧イコール族長のイメージでしょう。その斧がブーメランのように幾重にも襲いかかります。この連撃をゾロがブロッキング。ルフィを守ります。そう、以前考えたようにゾロイコール太陽の盾です。ゾロの誕生日は11月11日。そして1111話のタイトルは太陽の盾。ゾロイコール太陽の盾。ゾロは剣士なのに盾なのです。
こうした反転イメージを付随させる手法は小田先生の得意技です。例えば、海賊なのに泳げないルフィ、料理人なのにタバコを吸うサンジなど、キャラクター設定にも表裏一体、ひっくり返しの手法が使われている。これこそがワンピースを読み解く鍵となりますが、読み解くには難しい要素です。とにかく命を奪いかねないギャバンの攻撃にルフィは激怒。ギアフィフス、ニカを発動。被っていた角がある兜も持っている斧もすべて真っ白。特に兜は髪の毛と一体化しています。それはなぜか。もちろんこれは3年前から考えている通り、ニカとは真っ白なゴムの木の天然樹脂の幻獣だからでしょう。ニカはゴムそのものの能力。覚醒したルフィは衣服や周囲を真っ白なゴムの天然樹脂、ラテックスに変化させて加工一体化できる。その姿を見たギャバンは心の中で、確かに白い姿。と、太陽の神ニカの白い姿を確認すると、あっさり白旗を上げて、降参。これが1144のマスの語呂合わせ4つ目。いい姉妹。いい姉妹。つまりギャバンはニカの姿を確認したかっただけ。なぜなら、ロジャー海賊団は歴史の全てを知っています。つまり、800年前の海賊の男、ジョイボーイが白いニカだったことも知っている。そのジョイボーイ、ニカの再来がついに時を超えて現れた。それをギャバンは確認したかった。降参したギャバンは、ロキの鍵をルフィに預けて、この島を出る頃にエルバフが無事だったら、また俺に会いに来い。と言ってギャバンは立ち去ります。が、しかし、ギャバンの役割はこれだけではなさそうです。現在、神の騎士団は巨人たちの子供、ギャバンの息子、コロンたちを誘拐しようとしています。これをギャバンが見逃すはずありませんから、神の騎士団との戦いの最中にギャバンは再び現れそう。その時、もしかしたらギャバンはルフィまたは息子のコロンを守って死の間際まで追い込まれる。ギャバンとは海賊王の左腕ですから、左腕といえば、腕が1話のルフィを守って左腕を失ったシャンクス。ここと繋がって1話のルフィと重なっていたコロンをギャバンが神の騎士団から守って死の間際まで追い込まれる可能性があります。さらにギャバンは光月おでんとも重なっています。愛の伝道師ギャバンとはおでんの同志。伝道師とおでんの同志。おでんのようなセリフやポーズをしています。光月おでんは息子桃之助を守るために清流の街道に敗北していました。ここともつながるなら、ギャバンはコロンを守るためにキリンのキリンガムに敗北してしまう。さらにまだあります。エルバフ編の冒頭では人食いバルトロメオがルフィを守るために命を差し出していました。ここともつながるなら、人食いではなく山ぐらいギャバンも誰かを守るために命を差し出す。そんな可能性が考えられます。場面は変わってエルバフの学校の近く。ここでグンコは魔法陣アビスを発動。神の騎士団追加メンバーを呼び寄せます。呼ばれたのは2人の男、五老星ジュピーター星の一族、シェパード家の男、パンツ一丁のおっさん、ソマーズ星が登場。さらにリモシフ家の男、キリンの能力者キリンガム星も登場。2人は突然呼ばれたため準備ができていません。意表をつかれた2人は驚きの表情。これも1140話の語呂合わせ、意表です。そんな意表をつかれたパンツ一丁のおっさん、ソマーズ星を見たグンコは頬をあからめており、完全に性的。とにかくソマーズ星はあのサンドアームさんことジュピーターの血縁者です。そしてソマーズ星のベルトのバックルは天翔流のひずめに翼がついたマーク。これが神の騎士団の紋章でしょうか。さらにソマーズ星の胸にはバラの花がついています。そして剣にもバラのトゲがありますから、ソマーズ星の武器とはバラの鞭のような剣でしょうか。なぜならソマーズ星は驚いて登場しましたから、剣の名前はおどろの剣。おどろとはバラのトゲという意味です。そんなソマーズ星は服を着ながらエルバフの任務について尋ねています。何してる？こんな日め国で。ハラルドの墓参りでも？やはり神の騎士団とハラルド王は繋がっていたようです。こちらの動画ではハラルドはある意味で裏切り者だと考えました。エルバフの平和を維持するために世界政府の傘下になろうとハラルドは考えていたのでしょう。それに納得できないロキは激怒してハラルドを殺害してしまったのか。一方キリンガム星は名前の通りキリンの能力者でしょうか。
かなりとぼけたキャラクターですが、日本では天才児のことをキリン児と呼びますから、キリンガムは天才キャラかもしれません。また、キリンという幻獣は心が優しく、虫や草を踏まないように、大地には足をつけずに空に浮かんで移動すると言います。確かにキリンガム星が登場したシーンは宙に浮かんでいるように見える。ここで2人はエルバフでの指令をシャムロックに確認します。それはエルバフの子供たちをマリージョアへ誘拐して人質にすること。確かにこれなら世界最強エルバフの戦士たちが手に入る。さらにシャムロックは、お前たちの能力ならゲームにしろという、ゲームとはもちろんゴッドバレーで見た人間狩りの再来でしょう。ただし今回の人間狩りは生け捕りが必須なゲーム。確かに軍子の矢印の能力なら子供をぐるぐるに拘束して空も飛べます。一方ソマーズ星の能力はバラでしょうか。バラの鞭で子供たちを拘束できる。さらに食虫植物パックンフラワーみたいな能力だったら子供たちを生きたまま飲み込んで拘束できます。例えばその能力は幻獣種マンイーターかマンドラゴラか。そしてキリンガムはキリンですから空を飛んで人を運ぶことができます。それがシャムロックの指令、人間狩りゲームでしょうか。以上です。ここでシャムロックについて考えてみましょう。シャムロックはもしかすると父親ガーリング星にいつの日か反発するのではないでしょうか。それがわかるのはローラとシフォンとのつながりです。シャンクスとシャムロックの双子はこの双子と表裏一体だと考えます。自由を求めて家を出たローラと自由を求めて家を出たシャンクス。ロキを振って巨人族と関係が悪化したローラとロキを捕らえて巨人族と親友になったシャンクス。次におかみさんと呼ばれているシフォンも考えましょう。おかみさんと呼ばれているシフォンと神の騎士団長のシャムロック。おかみさんとはオオカミさん、オオカミさんとはケルベロス。さらにエルバフの戦力が欲しかったビッグマムはローラの代わりにシフォンを差し出しましたが、ロキに見抜かれてビッグマムは巨人族と関係が悪化しました。一方シャムロックもエルバフの戦力が欲しい。世界政府の指令によって現在行動していそうですが、シャムロックとシフォンがつながるなら、シフォンは母親であるビッグマムに反発していましたから、シャムロックも父親ガーリング星にいつの日か反発するだろうと考えられます。シャムロックの考察は以上です。続いてはロキの悪魔の実についてまたもや考えさせてください。ここまでロキの悪魔の実については節操もなく4パターンも考えました。最初はフェンリル説と真のゴムゴムの実説、次に大ヘビヨルムンガンド説、さらには原子力説。4パターンも考えましたが全然しっくりこない。なぜならそれは考察の新要素として新天ハーレーが登場したからです。そんな新天ハーレーから全てをまっさらにしてロキの悪魔の実をもう一度考えさせてください。泣き。新天ハーレーのポイントはやはり太陽の神をどう捉えるかです。ロードは太陽の神を世界の支配者だと捉えていました。つまりおそらくこの太陽を手に持つ悪魔こそがロードは太陽の神だと認識したのでしょう。確かに我々は太陽の神とはニカラと考えていますが、この落書きを見たら普通は太陽を手に持っている方、この悪魔の方を太陽の神だと考えてもおかしくはない。新天ハーレーの一文はこうです。太陽の神は踊り笑い世界を終末へと導く。そしてロキが登場した時のセリフはこうです。俺は世界を終わらせる太陽の神ロキ。そう、ロキもまたこの悪魔みたいな方を太陽の神だと捉えている。つまりロキが変身した姿はこの悪魔の絵に似ている。そのように考えるとエルバフ編では何度も悪魔という言葉が使われています。太陽神ロードもゾロから悪魔と呼ばれていました。そしてロキを表す1131話冥界のロキでは悪魔の子と呼ばれたロビンが鏡を見ている。つまりロキの能力とは悪魔そのものか。悪魔バホメットか。バホメットだからロキのデザインはヘルメッポに似ているのか。だからヤルルの兜ヘルメットに剣が刺さっているのか。だから1132話の最後に熊が描かれていたのか。あ、熊？はい。もうロキの能力については何回も考えていますからどうせこれも当たらないでしょう。しかし新天ハーレーという新要素を考えるとロキイコールバフォメット説もワンチャンあり得るか。
続いては次回1141話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1141話の類似話数は41話、141話、1041話です。41話は海へ、語呂合わせは用意。ウソップが海へ出る用意をしています。そして41話ではウソップの父親ヤソップが帰ってこない話。次に141話はヤブ医者、語呂合わせは一子。ヒルルク VS チョッパーの出会い、戦い、和解の話です。次に1041話は小紫、話数の語呂合わせは盛りだくさんです。例えばこの3つのコマでは自由は良い、火の方位、人の用意など盛りだくさんの語呂合わせが1041話では確認できます。さらに愛しい父、光月おでんの話もありました。となるとこれら類似話数から予想できる1141話の話とは、お父さん、ロキが殺害した父親ハラルドの話が少し語られそう。そんな1141話の話数の語呂合わせ予想は、言わん死因。ハラルドが死んだ原因とは何か。ヤルルはそれをロキに口止めされている。ロキは父親の名誉を守るためにハラルドの秘密は言わない。だからヤルルはロキを擁護している。人々包囲。エルバフの学校が神の騎士団によって包囲される。人々用意ドン。用意ドンで1141話で人間狩りゲームがスタートするのか。以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を